今日は山中湖交流プラザキララにやってきています。はい、毎年恒例のルノーカングージャンボリーなんですけれども、まあ本当に毎年毎年これだけたくさんのカングーが来て、しかも色とりどりのね、いろんなカングーが揃っているということで、毎年僕らはこのイベントすっごい楽しみにしてるんだよね。そうなんですよね、いやでもやっぱりこの場所に来ると、この車とともに過ごす日常がどれだけ豊かであるのか、なんかこれを教えてくれる場所じゃないですか。そうですね、もう車好きとしてはね、本当に見逃せないこのイベントを今日は一日じっくりと見ていきたいと思います。ユーザーのライフスタイルを広げてくれる楽しい相棒、ルノーカングー。そんなカングーと車を愛する人々がフレンチスタイルの休日を楽しむイベントがルノーカングージャンボリーです。今年も山中湖のほとりに色とりどりのカングーが大集合。素敵な限定車の発表も相まって車の楽しさを実感できる一日となりました。さあ、参加者の皆さんと一緒に番組のタイトルコールいきますよ。それでは参りましょう。せーの、車で行こうスタート。Engine for the life。車で行こうです。今回は10月27日に開催されたルノーカングーの祭典、ルノーカングージャンボリー2024のレポートです。車のある生活の楽しさ、これは車で行こうが大切に考えているテーマの一つですが、カングージャンボリーはそれを直感的に教えてくれるイベントですよね。いや本当そうなんですよね。でカングーはもともとヨーロッパでは商用車として使われている車だけに室内空間広いですよね。スライドドアありますよね。そして荷室も広いというのがポイントなんですけれども、それをベースに車中泊仕様にしたり、あるいはペットを乗せたり、そしてキャンプ用品なんかを積んだりと、日本のユーザーはこのカングーをさまざまに使いこなしてカスタマイズしてるんですよね。私も毎年いろんな発見をするのが楽しみなイベントです。はい、それではオープニングセレモニーと恒例の番組トークショーの模様から見ていきましょう。車好きにはグッとくる限定車の発表もありましたよ。ルノーカングージャンボリー2024、16回目となる今回も日本全国から1280台のカングーが集まりました。さまざまに工夫を凝らしたフリーマーケット、マルシェ、ステージイベント、人もワンちゃんも思い思いに休日を楽しみました。ただ変わらないのは皆さんのカングー愛、それから好きなことやろうぜと、そのパッションじゃないかと思います。今日またここに来てですね、それを本当にひしひしと感じました。皆さんありがとうございます。ステージでのオープニングイベントは今年6月に再びルノージャポンの社長に就任した大極司さんの挨拶でスタート。そして新しい限定車カングークルールディーゼル MT が発表されました。いやー、このカングージャンボリーの楽しみといえば限定車の発表、このクルールは特別なボディ色の限定車に付けられる名前です。注目は通常販売のモデルにはないディーゼルと6速マニュアルトランスミッションの組み合わせだということです。そうなんですよね。新しいカラーリングもさることながら、このディーゼル6速マニュアルっていう時点でもうめちゃくちゃマニアック濃いなと思うんですけれども、それだけじゃないんですよね。他にもマルチルーフレール、それからエクステンデッドグリップといって、例えば滑りやすい路面でもこれ FF なんですけれども、そこから抜け出しやすいような特別な電子制御がついていたり、オールシーズンタイヤ入ってるんですね。といったアウトドアで役立つ装備が充実しています。2色のボディカラー各色70台の計140台限定とのことです。Engine for the life。恒例の車で行こうトークショー、こちらも大いに盛り上がりました。ルノージャポンのブレーンさんとともに限定車クルールとカングーのトリビアについてトークを繰り広げました。現行になってからクルールは
は初めてですので、初めてもうですよね3年ぶりのはいカングークルールですね。ステージに乗ってるのがベージュサハラ、サハラ砂漠をイメージしたベージュですね。はいなんて素敵なうん背景です。そしてもう一色ありまして、はいグリーカシオペ、カシオペア座のですね、星のカシオペ、これがちょっとダークグレーみたいな色なんですね。グリーっていうグレーグレー、なんですねそうなんですよ。フランス語でグリグリーグリグリ難しいけれども、ベージュサハラとグリーカシオペっていうのがサハラ砂漠をイメージした色です。はあはあでベージュサハラは日中の砂の色を持っていただければ、あグレーがそのサハラ砂漠の見る夜空、宇宙って黒なんですけれども星空がすごい白いので、はいグレーになります。あこのグレーってなるのでこのセットでカングクルールおーディゼレミティですねなるほど。このボディカラーはいブレンさんが名前つけたですね本当はい、でグリーカショペと組み合わせたベージュって考えた時に、星空がすぐパッと浮かんだんですけれども、この星空見えるところどこかって思った時にやっぱり砂漠しかないっていうことで、サハラ砂漠で、もうベージュサハラっていうふうになりました。なるほどね。なんかすごいこの新しいモデルでこのマニュアルのシフトノブ見るのもすごい新鮮なんですけど、新鮮ですねこれ6足なんです子供のね。マニュアルですね子供の嬉しそうな顔。すごいなんか笑私顔マニュアル入った瞬間にでも確かにディーゼルのあの低中速トルクがあったら一人とか軽い時だったら2速発進そうですねなんでね、4速6速なんで飛ばしシフトしちゃっても結構ちゃんと走るんじゃないですかね。走ります。さっきここのステージの横にありましたけれども、ここまで乗るために演出としてやってみましょうと思ってもできなかった。演出しようともしようと思ってもできませんでしたね。やっぱりトルクがしっかりあるのっていいですよトルクがねもうすね。このクルールの素敵な色の由来とストーリー、ルノーが日本のユーザーを大切にしているのが分かりますね。いや本当そうですよね。もうこのねカングージャンボリーにはルノーの本社から結構偉い人たちも来て、いやこれ本当すごいイベントだよねということで、だったらこんなにいっぱいファンがいるんだったら日本市場からの要望を聞いて日本の人たちに気に入ってもらえるような車を作ろうということになったっていうので、本当にね今回のクルールなんかも実現してるんですよね。この車見て私サハラ砂漠に行ってみたくなっちゃいました。僕モロッコ行ったことあるんだけど、まさにああいう色の砂でしょ。で、夜になるともう星空がすごく綺麗で、もうブレンさんの言ってるねことがものすごくよく分かりましたよね。やっぱり特にカングーってやっぱりその車を使ってどこかに出かけるっていうのがすごい楽しい車じゃないですか。そうそうで今回ね新型現行モデルになって、その長距離移動がすごく楽になったじゃない。でいろんな運転支援機能なんかもついたし、それから長距離移動でも疲れないシート、すごいよね。いや本当にシート作りはねルノーのすごいところだと思います、この後は会場に集まったこだわりのカングーとオーナーさんの声を聞いていきます。ルノーカングージャンボリー、同じカングーでもオーナーによってその楽しみ方は様々です。会場で聞いてみました。こんにちは。いやなんかすごい木製のこれ加工品ですか。はい、これは、木製バットを折れたものを小さく裂いて、で自分で手で削っていくんですね。ナイフとかで。すごいですね。バットなんだこれ。うちの息子が野球やってて、どんどん折っちゃうんです。この車のね中もおしゃれですね。本当だ、車中泊仕様になってますね。まずカーテンがついていたりとか。これもともとついてたんですよ。そうなんですか。こういうところもこの後できたりとか。本当だ。画期的いいですよね。ミラーボックスって重いですもんね。温泉セットとか。すごい。でご夫婦で結構遠出とか。そうなんです。そうですね。これで荷物整理して、マットを2つ引いて中で車中泊できるように夜はなるんです。着替えを入れて出かけるみたいな感じで、気軽になんか旅に出れるのが。一番遠くまでこのカングで出かけたのはどちらなんですか。先日北陸の方にちょっと金沢とか富山の4泊5日でカングの旅に
北陸行くと6時間以上かかりますよね。そうですね。でもあんまりくたびれないで。そうですね。燃費も良くて、とっても良かった。ロングドライブ全然苦にならないですね。こんにちは。こんにちは。いいですね。大きいワンちゃん2頭。2匹います。はい。います。これ2人はどうやって車内で過ごしてるんですか？車内はもうシート後ろ倒しちゃってるんで、もうこのままの状態で、ここにリードはフックで。じゃあ思い思いにこう横になったりとかしてリラックスして。車酔いしないんですか？全然しない。全然しない。北海道から九州まで行きます。すごいですね。本当に今日どちらからですか？東京なんですけど、東京からです。北海道も行ったし九州も行ったし。北海道行って九州行って。見てください。道の駅。道の駅の。本当だ。すごいですね。でもこのカングーはなんかご自分なりにこうカスタマイズみたいなのをされてる部分ってあるんですか？カスタマイズは手作りでその台を作ったぐらい木で。十分それ相当なカスタマイズですけど。すごいですよね。いやでもすっごい快適そうですね。ワンちゃんたちもね。カングージャンボリーはもう何回か。3回目。まだ3回目ですけど。東京の多摩地区なんで。多摩のそのカングーの集まりの人たちがいるんで、ここら辺がずっとそうなんですけど、じゃあもうカングージャンボリーに行くとまた仲間に会えるな。そうですね。他の地域の人たちにも交流できたりできるんで、じゃあカングーに乗って人の輪がもっと広がった感じですか？そうですね。こんにちは。こんにちは。もう思わずこのバイクを積んだカングー、しかもハーレー積んだカングーで目に留まっちゃったんですけど、これよく収まりましたね。もう普段からカングーにバイク乗せて例えばキャンプに行ったりとか、で実はこれ買ったのはサーキット行こうと思いまして、で今筑波サーキットこれ乗って通ってます。斜めに入れてステアリングをグッと曲げてまっすぐ入れた後にお尻を持って振るんですよ。振る。そうすると収まる。はい、そうです。すごい見事ですよね。これが入るってことは結構大体マシンに入っちゃいますよね。大概入りますし、あと僕オフロードもやるんですけれども、いわゆるモトクロッサーみたいな背の高いモデルもこれ入ります。250とか120だった。そう入ります。入るんですね。カングーのフェーズ1に関してはやっぱりこの開口部が高さがあるんですよ。ですので例えばデカングーとかだともっと狭くなったりとかするので、そのままやっぱり使わせていただきますね。バイク積むんだったらコカングーですね。そうですね。バイク積むならコカングーですね。でカングーどうですか？いやすごくいいですね。使い勝手まずいいです。小回りが利く。であとこうやって荷物を乗せても、あと空荷でもハンドリングっていうか、やっぱ足回りがやっぱり特殊なんですよね、フランス車は。そういった形で乗り味が変わらない。特にその空荷でハイエースとかだとやっぱりボヨンボヨンするじゃないですか。でやっぱりある程度荷物乗せた方が安定しますけど、それがカングーだと荷物空荷でも全然いいので、普段使いですごくもう本当に助かってますっていうか、もう乗り味が良くて。バイクにそれぐらいこだわる方でしょうから、車自体の乗り味もやっぱりこだわりたいですよね。そうですね。五郎さん、星の王子様ですよ。こんにちは。素晴らしい。なんかこれすっごい綺麗ですね。これ星の王子様サンテクジュベリー。そうです。オンリー。一見違うような本もあるんですけど、その作品の中に星の王子様とかサンテクジュベリー作者が出てきたりする本をセレクトしてます。これもともとお好きなんですか？去年の3月末までやってた星の王子様ミュージアムで僕たち働いていて、箱根の天国原ので亡くなってしまって、何度も行きました。ありがとうございます。亡くなっちゃったの？あそこ去年の3月末で閉館しちゃったので、星の王子様好きすぎて自分たちで私も閉館だって聞いて見に行きました。いやでもなんかこのディスプレイめちゃくちゃ綺麗ですね。いろいろ試行錯誤してますけども、まだまだ改善途中かなと。いろんな方のね今日カングー見て、これから進化させていこうかなと思ってます。本屋さんをやるのでカングー、これ新型ですよね。選ばれて、なんかこの車を選んだきっかけっていうのはあるんですか？星の王子様の作者サンテグジュペリーが飛行機乗りだったんですよね。でこの飛行機に使われてたエンジンがルノー車のものだったので、なのでルノーで物運ぶカングーかなって思って、すごい色もね、車の側面も見ていただきたいんですけど、これ
すごい。星の王子様の冒頭に出てくる象を飲み込んだ上髪ぽい。これも自分でデザインを起こして。そうです。実は今日この会場に来るときに見かけたんですよ、この車。ではなんかすごい素敵なカラーリングしてる車だなと思って。でもどうですか、この長距離を走ってみて、新型カング。はい、楽ですね。はい。まあ、旅する星の王子様書店ってね、銘打ってるだけに本当にこれからもいろいろ旅をしていこう。日本全国行きたいと思ってます。いや毎年こんなカングーの使い方があるんだって感心させられてしまうんですけど、そうですね、今年は移動する本屋さんがありましたよね。いや本当僕星の王子様ミュージアム大好きで結構何回も行ってたんだけれども、閉まっちゃったすごい残念だけど、そのねでも星の王子様が大好きだからこのカングーで移動本屋さんをやるんだっていうのはすごくなんかちょっと感動的な話ですよね。飛行機が、ルノーのエンジンだったって私初めて知りました。だからフランス車っていうのはすごく僕は直感的に分かったんだけど、もうちょっと突っ込んで聞いたらルノーのエンジンってそこまでやっぱりディテールまでね、こだわってるんだなという感じたし、あとはもうね犬を乗せたりとかバイクを乗せたりとか、本当そのカングーっていうのは楽しむためにある車なんだなっていうのを改めて感じましたよね。やっぱりそういう感性を持っている方が乗ってらっしゃるんだなと思いました。この後はルノージャポンの大極社長にカングージャンボリーとルノージャポンのこれからについてお話を伺います。それでは大極社長にお話を伺います。大極社長、お帰りなさい。どうもありがとうございます。カングージャンボリーって、もう大極さんが社長された時に、もう本当にこう育ててきたイベントじゃないですか。このイベントに対する思いって強いんじゃないですか。そうですね、もう15年前ぐらいになりますからね、もう最初になんか面白いことやろうねっていうところからスタートしたんですけどね、ルノーっていうのは、ルノー社っていうのはなんか不思議なものを作ったりですね、面白いものを作るっていうのが前からありましたんで、カングーがありましたんでね、ちょっとこれ集めたら面白いんじゃないっていうぐらいなノリで、最初はお台場のあの辺の駐車場ですよ、本当に駐車場でオフミーティングみたいに始めたんですけどね、それが200台ぐらい集まって意外に集まるんだねってことで毎年やるようになったんですね。カングーというとヨーロッパでは働く車、でも日本だとルドスパス、遊びの空間っていうことで、この空間を生かした楽しみ方を参加されている皆さんたくさん楽しそうに過ごされているんですが、そういった姿を見られて何か発見といったものとかってありましたか。いや車業界もいろいろね安全基準とかそれこそ環境基準とかいっぱい難しくなってきてですね、いろんなものをくっつけなきゃいけないで、だんだん大きくなったり、高くなったりしたんですけども、こうやって皆さんが集まっていろんな楽しみ方をしているのを見ると、やっぱり根幹って言いますかね、コアのところは車で遊ぼうというところだなっていうのは本当に再認識できるんですよね。で普段は小難しい話をフランスといろいろと交渉したりしてても、ここ来るとほっとして、やっぱり車こうじゃなきゃなって思えるひとときになるんですよね。いろんな、車がこれからも出てくると思うんですけども、特にヨーロッパはもうこれからは EV という形で環境車のにどんどん振ってるんですけどね、社会がどう変わろうと、心は変わらないぜっていうそういうところをねキープしていきたいなと。大極さんとしては今後どんなリーダーシップを発揮してこのルノージャポンを、アピールしていきたいかと思っていらっしゃいますか。いやもうそんなリーダーシップっていうのは大それたもんじゃないですけども、とにかく自分も楽しみたいです、やっぱり車はただ移動だけじゃなくて、みんなでこうやって集まればこんな楽しいことが起きるんだ、そういうために車ってのありますんで、そこをやっぱり突き詰めていきたいなと思います、みんなで楽しもうと、それがリーダーシップかどうか分かりませんけども、いや素晴らしいと思います。そういうルノージャポンにしていきたいと思います、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
車を楽しもうという、ルノージャポンのポジティブな雰囲気がやっぱりこのカングの明るいイメージに影響してますよね。そうですね。自動車のねビジネスに限らずなんだけれども、やはりこう会社企業をやってると、何台売って利益をいくらにして利益率どのくらいにしようとか、円安とかね、そういうこう数字の話になりがちじゃないですか。でもやっぱり大学社長おっしゃっていたことは、みんなに喜んでもらって、その結果人気が出て売れたら数字は後からついてくるっていうことでしょ。やっぱ僕はそういうことを忘れるとまずいなと思うし、大学社長としてああいう発言をされるっていうのは本当に素晴らしいことだと思いますね。コメントの中にファン作りのヒントが隠れていましたよね。だと思います。いや、しかしカングーという一つの車種を通じて素晴らしいイベントにつながっています。Engine for the Life。ここで視聴者からのメールご紹介します。千葉県50代の方です。先日山中湖で開催されたカングージャンボリーに参加しました。フリーマーケットエリアで出店していたところ、番組の取材が来られていて、岡崎さん、藤島さんを拝見できて感激しました。その後岡崎さんが我が家の愛犬シュナウザーを見て、うちもシュナウザー飼ってるんですよとお声掛けいただきました。むちゃくちゃ親近感が湧きました。カングージャンボリー大盛況でたくさんのワンコ連れが多かったのが印象的です。いやもうね、本当シュナウザー可愛かったのよ。でも犬のことを話させたら僕はもうちょっと止まらなくなるかもしれないんだけど、いやでもね、そのカングージャンボリー毎年行ってるけれども、年々なんか犬連れ増えてきてない？そうなんですよね、なんか一緒に楽しんでる姿が良かったし、あと車中泊する方もいらっしゃいましたけど、ワンちゃん連れていると泊まるところ結構探すの大変そうじゃないですか。そうなんだよね。でだから会場にドッグランもあったし、もうなんかもう犬も家族の一員だからね、と一緒になって楽しんでいるっていうのがね、本当にいいイベントですよね。本当にご夫婦ご家族連れでみんなで楽しめる車って、なかなかないと思うんですよ。そうですね。あとはやっぱりこういろいろ話を聞いてて僕いいなと思ったのは、毎年ここに来ると仲間に会えるんだということがあったじゃない。でその仲間っていうのはやっぱりこうカングーを通じて知り合った仲間なので、車っていう移動の道具が単にそれだけでは終わらずに、人と人をつなげる大切なツールになっていたり、でもっと言うと人生そのものをより豊かに楽しくするツールになっているっていうのをね、本当改めて感じさせるイベントですよね。人が使う道具だとすればそこは大事にしていきたいですね。はい、それではまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。 Engine for the Life。